Hi besties! ギャル日本語のキティです。みんな元気ですか？この1週間はどんな1週間になりましたか？キティはね、本当にまたまたありがたいことに、みんなのあったかいサポートのおかげで、キティのチャンネルを見てくれる方が増えて、チャンネル登録者数様が、2000人をね、超えて、本当に本当にみんなに感謝してるし、もう本当にまたまた幸せな気持ちで1週間過ごすことができました。本当にみんなからのいつもあったかいコメントとか、いいねとか、チャンネル登録とか、もう見てくれてるみんなのおかげなので、もう本当に本当に嬉しいなと思いながら、みんなからのあったかいサポートが、そういう幸せな気持ちでいっぱいのね、1週間になりました。本当にみんなありがとうございます。これからもね、みんなの役に立つような、面白くて楽しい動画をね、たくさん上げていきたいと思うので、これからもよろしくお願いします。前のポッドキャストで、Vlog のね、100% タメ口のカジュアルな、Vlog のアイデアもみんなにどう思うって聞いたら、みんながコメントでたくさんVlog 待ってますとか Vlog 見たいですって言ってくれてたから、またその Vlog の動画も出していきたいなと思うので、みんなこれからもよろしくお願いします。はい、では今から今日のポッドキャストに移っていきたいんだけど、今日のポッドキャストのテーマはギャル vs 日本の学校の校則ですかなりね、今日のテーマはバチバチの感じを出してるんだけど、決してね、キティがこのポッドキャストで日本のね、校則に対してブチギレるような動画ではないので、みんな安心して聞いてください。はい、じゃあね、まず、校則っていうのは、学校の規則のことで、学校の中で守らなきゃいけないルールのことです。みんなの国では校則はありますか？ないとか言わないでね。もしみんなの国に校則がなかったら、もうキティはもう羨ましすぎて、やばい。もうやばいよ。羨ましすぎる。それはやめてね。あるって言って。そう、あるって言ってほしい。本当に。まあね、どんな感じの校則があったか、コメント欄に書いて教えてください。はい、では今からね、今日のテーマについてお話ししていきたいんだけど、本当に日本のギャルと校則っていうのは犬猿の中でもうね、一生分かり合えることのできない関係なのね。そうで、なんでかっていうと、ギャルがしたい格好を校則が全部禁止するのね。そうだから、犬猿の中なんだけど、じゃあね、まずで今日はね、高校の校則について主にお話ししていきますね。あと、校則の中でも特に見た目についての校則についてお話しします。そこが一番ね、ギャルと、バチバチの関係だから。はい。じゃあ、まず、ギャルがしたい格好ね。ギャルがどんな格好で学校に行きたいのか。日本の高校生のギャルはどんな見た目なのかを、じゃあ最初に説明するね。まず日本のね、高校生のギャルのことをコギャルって言うんだけど、まずそのコギャルの見た目の、コギャルがどんなね、見た目をしてるのかっていうと、まず、髪の毛は、茶髪か金髪に染めてます。そう。で、長めの髪かな。で、あとはいろんなね、お団子にしたりとか、ポニーテールにしたりとか、いろんなヘアアレンジとかもしたりするって感じ。で、顔は、化粧は絶対してて、あとカラコンマスト。カラコンっていうのはカラーコンタクトのことで、カラコンはマストね。で、あとはつけま。つけまもつける。つけまか、松江区どっちかで、そう、顔の化粧の感じは大人のギャルと全く一緒かな。そう、そんな感じ。で、制服なんだけど、制服はさ、自由な学校もあれば、
学校の指定の制服じゃないとダメなところもあるから、こなし方とかは、それぞれのそのギャルが通う学校の制服によって変わるんだけど、どの制服でも変わらず言えるのが、スカート丈ね。スカート丈はもう絶対に短い。もう絶対。だいたい膝上、何センチだろう。膝上で、太ももの間ぐらいかな。そのくらいの丈のスカート。これはもう絶対マストで。短いスカートは、もう、ギャルのマストですね。そう。で、靴下は、ルーズソックスって言って、めちゃくちゃ長い靴下をクシュクシュクシュってして、履く。その靴下のことをルーズソックスって言うんだけど、靴下はルーズソックスで、靴は、どんな靴にしろ、割とこの、ヒールがある、かかとが高いような靴を履いてるって感じの、見た目がコギャルの見た目です。私、高校生でギャルの子とかギャルやりたい子はもう絶対にそういう見た目に、そういう見た目を目指してるっていう見た目はそんな感じね。で、今からね、校則がどんなものがあったのかをお話しするんだけど、もうほぼほぼ、そのキティが通ってた高校の校則がデフォというか、大体日本のどの高校の校則にも当てはまるもの。だからそれをね、今からみんなだからこれが日本の平均だと思って聞いてほしいんだけど、まず髪の毛はもう絶対に黒じゃないとダメで、染めるのは絶対ダメ。で、顔はもう化粧ダメ。で、カラコンも絶対ダメ。コンタクトは透明のものだけ。で、制服はもういろいろね、規則があるんだけど、その学校の制服の種類によって。キティのところだったら、カーディガンはダメだったし、あとはね、そうだ。こういうアクセサリーとかも絶対ダメ。絶対ダメ。ピアスも開けたらダメだし、アクセサリーは絶対につけたらダメね。で、スカート丈。これがね、一番問題のスカート丈なんだけど、もう絶対に短いスカートはダメで、膝より下じゃないとダメだった。膝ぐらいか膝より下。キティのところは膝が隠れるくらいの丈って言われてて、そんな感じで、ギャルがやりたいような短いスカートは絶対に許されなかったらね。で、靴下は、ルーズソックスは絶対にダメで、学校が決めた色の黒か紺か白のどれかの色の靴下だったキティの高校は。で、長さも膝下から、足首まで、間違えた。足首ぐらいの長さから膝下までの長さの、どこかの長さの靴下じゃないとダメだったのね。あと、靴はスニーカーにしろ、ローファーにしろ、絶対にかかとは何センチ以内って決まってた。多分1、2、3センチ以内だったかな。そんな感じで、そう、かかとの高さも決められてた。そう。それが主なデフォの法則で、これ今キティが言ったのはかなり大雑把に言ったの。キティは今かなり大雑把に今のバーって軽く説明したんだけど、もっともっと細かいルールがたくさんその学校によってあります。そう、やばいよね。そう、そんな感じでね、ギャルがしたい格好と日本の校則はもうね、バッチバチの関係で、もう日本の校則はギャルがやりたいことすべて禁止のところが多くて、本当にね、そう、ギャルと校則はバチバチなんだよっていうお話なんだけど、これはね、キティは田舎に住んでるから、田舎のね、高校のことしか知らなくって、あんまりわからないんだけど、多分東京とかだともう少しギャルが通いやすい、ギャルのままで行ける高校も何個かあって、そういう校則が自由で寛容で制限が少ないことを校則が緩いって言うんだけど、校則が緩い学校が都会、東京とかには何個か多分あるっぽくって、その高校のことはギャル校って言います。
ギャルがたくさん来るから多分ギャル校って言うんだと思うんだけど、結構あります、そういう高校。面白いよね。ギャル校があるんだよ。キティもね、キティは結構適当に高校を決めたというか、本当にあまり深く考えずに高校を選んじゃったから、自分の高校の校則と自分のやりたい格好が合わなくて、かなりその時期はイライラしてたんだけど、そういう風に今行くんだったら絶対に自分がしたい格好をできる高校を選ぶかなって思いますさあ、そんな感じかな。キティはね、そのデフォのような小ギャルのような格好をしてたのかみんな気になる気になってないかもしれないけど、キティ今から言うね。キティはね、実は、でもなんとなくみんな、何個かキティのポッドキャストをさ、見てくれてる人なら、なんとなく気づいてるかなと思うんだけど、キティはね、かなり内向型の人間なんですね。そう、だから、またこれはいつかどこかのタイミングで、お話ししたいんだけど、キティがギャルが好きになったのは、小学生の時なのね。そう、だからその時からキティはずっとギャルに憧れがあったし、ギャルが大好きだったし、ギャルになりたいってずっと思って生きてきたんだけど、なんせ内向型だから目立つのが怖かったのね。みんなと違うような感じになるのね、ギャルだと日本では。だから、そう、自分を 100% 出すことが怖かったから、その高校の時は、ギャルだったのかって言われたら多分違うかったと思うだからキティは髪の毛も染めてなかったし、お化粧はね、ちょっとしたんだけど、そんなにしてなくて、ルーズソックスも履いてなかったのね。だけど一個絶対キティの中で譲れなかったポイントがあって、スカートだけ、これだけはもう短い方が絶対可愛いって思ってたから、でもね、先生許してくれてた、多分普段からずっとスカートは折って、2回ぐらい折ってて短くしてて、放課後になるともう1個折って、またさらに短くしてました。でも許してくれたかもでもね、大体のギャルは校則とバチバチだから、先生とは喧嘩しがちですバトり合いますね。こんな感じで日本のギャルは過ごしております。で、校則が厳しいところとかもうたくさんあるし、別にギャルも破りたくて破ってるわけじゃなくて、厳しい校則の中でギャルらしくいるにはどうするんだろうなっていうので、いろいろみんな工夫してるから、放課後だけギャルをやったりとか、学校がない日にだけギャルをやるような高校生のギャルもたくさんいます。そう。でね、みんなはこの校則とかについてどう思いますか？キティはね、その時もなんでこんな厳しいのとかってめっちゃキレてた記憶があって、今もね、ちょっと調べてみたの、校則はなぜこんなに厳しいのかっていうのを調べてみたんだけど、まずそのギャルのスカートのやつに関しては時間対策らしくって、日本特有なのかな、これも電車通学が多いから、そういう人たちから守りたいっていうその先生たちの思いなんだろうなとは思うけど、もうそんなのやる方が悪いじゃんねって思うけど、やる方の教育なんとかしろよって思うけど、そんな感じで、あとは学校の風紀を守るためとか、社会に出た時に社会のルールを守れるようにするために学校で細かいルール校則を設けてる、練習みたいな感じで校則を作ってるみたいなことも書いてて、T はね、しっくりくるのもあれば来ないのも大人になった今でも未だにありますね。キティ的なキティの意見としては、学校はもちろん学びに行ってる、お勉強しに行ってる場所っていうのはもちろんキティも思ってて、だからその先生が言うように
派手な化粧とか髪とか制服とかはしなくてもいいじゃんって言われたらね、それまでの話になっちゃうんだけど、そう、しなくていいじゃんって言われたら、まあそれはそうなんだけど、キティ的にはなんか、みんなそれぞれ個性をさ、別に出してもいいんじゃないかなとも思ってて、個性を出すけど、ちゃんと授業で静かに先生のお話は聞くとか、ちゃんと勉強はして、ちゃんと学校行事も真面目に活動するとか、そういう風にしてたら何しても個性を出してもいいっていう風な校則というか、そっちの方にでもいいんじゃないかなって、そしたらなんか、いいんじゃないかなって思うんだけど、わかんない。キティもね、まだこの校則についてはね、達観できてないから、何が正解で何が良くないのかわかんないんだけど、みんなはどう思いますか？この校則に対して。ぜひみんなの意見もシェアしてくれたら嬉しいです。はい。では今回はこんな感じでギャル VS 日本の校則っていうお話をね、キティの個人的な体験談とか意見も交えてお話ししてみました。ちょっとね、前のね、ポッドキャストが長くなっちゃったから、今回は短めでいこうって思ってたのに、ちょっと長くなっちゃって、短いポッドキャストを楽しみにしてくれてるみんな本当にごめんなさい。ちょっと、キティがもうちょっと喋るのが上手くなったら、もうちょっとこう短い動画の中で言いたいことちゃんと言えるようになると思うんだけど、ほんとごめんね、短いのを楽しみにしてくれてるみんな。はい、そんな感じで、今日は、ギャルと日本の校則の、関係性についてお話ししてみました。ぜひみんなが楽しんでくれてたら嬉しいです。ここまで見てくれて本当にありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。